こんにちは、フリーマンです。サイレントギターは便利な楽器ですが、音が不自然だったり、クラシックギターらしい音にならないと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし実際には、その原因の多くは、サイレントギターの音作りをしていないことにあります。サイレントギターは生のクラシックギターとは違い、イコライザー、このベースやトレブルと書いてあるところですね。これらや出力の環境によって音が大きく変わる楽器です。今回は、このサイレントギター SLG200NW、そしてもう一つ、こちら SLG120NW、この2機種を使いながら、スピーカーの環境、そしてヘッドホンの環境、それぞれでのサイレントギターの音作りと最適なサウンドを紹介していきたいと思います。このサイレントギターは、ボディの共鳴が少ない。そして、ピエゾピックアップが主体となっています。で、アンプやスピーカー、ヘッドホンの出力が前提という特徴がありますよね。そのため、音作りをしない状態では、音が不自然だったり、硬く聞こえるということがあります。しかし、このイコライザーや出力の環境を調整することで、サイレントギターでもこの外の出力先に合わせた自然な音に近づけることができるんです。よく見ると、たかだか数個のつまみしかないんですが、この設定だけでサウンドが大きく変わるんですね。試験が含まれることは前提なのですが、まずは SLG120NW になります。この楽器は高音がやや強く、音が細く聞こえやすいという特徴があります。そのため、音を作るときは、低音を補強する音作りが合いやすいです。まずはスピーカーになりますが、高音が強いスピーカーと低音が強いスピーカーの2種類で音作りを紹介していきたいと思います。それぞれの特徴は、音を一度聞いてみてください。爪の音がカチャカチャと気になるくらいの高音が強いスピーカーでは、サイレントギターの広域が強調されやすくなってしまいます。その場合は、高音域、トレブルを下げて、低音域、ベースを上げるという調整がおすすめです。この設定で SLG120NW のサウンドがより自然にまとまりますよ。次に、低音が強いスピーカーでの音作りになりますが、ベース音で音がひび割れるくらいの低音が強いスピーカーでは、音がこもりやすくなるため、今度はトレブルを上げてベースを下げる。この調整がおすすめです。サイレントギターの音の輪郭がはっきりしてきますよ。ヘッドホンでの音作りになります。SLG120NW はマイクシミュレーターがなく、ピエゾの音しか鳴らないため、そもそもヘッドホンの音には向かないと感じています。
空間を通さない音のヘッドホンではどうしても自然なギターサウンドに聞こえないことが要因です。そのため SLG120NW の高音がやや出やすいという特徴を見越して、設定の方はトレブルをやや下げて、ベースをやや上げる。ヘッドホンの性能に合わせて中央の設定から始めて、できるだけ自身で違和感がなくなる音域を選ぶこともおすすめですよ。ただし、サイレントギターこの SLG120NW の音作りは、スピーカーを通すと進化を発揮しますので、ヘッドホンの音だけで決めないことが重要だと思います。可能であれば、スピーカーで音を確認することをお勧めします。SLG200NW。このギターは、先ほどの SLG120NW と比べて、明確に低音が出やすい、そして音が太いという特徴があります。そのため、低音を整理する音作りがポイントとなってきます。まずは、高音が強いスピーカーでの音作りになります。おすすめの設定は、トレブルをやや下げて、ベースは中央。そして、ブレンド。この音は PU に振っていきます。スピーカー接続でマイク MIC に振ると低音のコントロールが右手でしにくくなりました。この設定にすることで SLG200NW の低音の膨らみを抑えつつバランスのいいサウンドを作ることができます。低音が強いスピーカーでの音作りについて。低音が強いスピーカーでは、まずトレブルは中央からやや上げるぐらいです。ベースについてはがっつり下げます。ブレンドについては同じく PU に振っていきます。この設定でサイレントギターの低音がコントロールでき、バランスの取れたサウンドになっていきます。ヘッドホンでの音作りについて。ヘッドホンでは、まずこのブレンド、MIC が本領を発揮します。そして低音が膨らみやすいため、トレブルについてはやや上げて、ベースについてはがっつり下げる。この調整で低音をコントロールしながらも、バランスの取れた SLG200NW の最適なサウンドに近づけることができます。このマイクシミュレーションが搭載されたことにより、ヘッドホンでの演奏が劇的に向上したと個人的に感じております。リバーブ。
エフェクトの設定も見ておきましょう。おすすめは、基本はレベル2、リバーブマックスの設定ですね。しかし、例外条件はありますが、この設定であれば普段では味わえないコンサートホールなどでの音響を感じながらギターに没頭できること。これは最高の特権になりますので、積極的に使っていって良いかと思います。例外条件もあり、この条件を確認した上で活用することがおすすめです。その条件とは、一つ目、生ギターと同条件で練習をしたい場合。リバーブ、残響に依存したくないケースであるかと思います。そういった条件の場合ですね。二つ目。このラスゲアードのような残響が邪魔になってしまうテクニック練習をする場合。これらのケースに当てはまる際は、リバーブの設定はレベル1かオフを選択すると良いです。コーラスの機能について触れておきます。この機能はどちらかといえばエレキギターの音作りに近いエフェクト効果だと思っております。クラシックではなかなかまだ未知の領域なのではないでしょうか。今後、この音に合ったクラシック読唱曲なんかあったら面白いですね。普段は使うことはないです。サイレントギターの音作りで重要なポイント。イコライザーの調整。スピーカー環境、そしてヘッドホンの環境。この3つを調整することで、サイレントギターのサウンドは改善します。このギターは音の作り込みで完成する楽器だと言えるでしょうね。まとめになります。今回ご紹介したサイレントギターの音作り。この SLG120NW は高音がやや強く低音を補強する音作りが合います。そしてこっち SLG200NW は低音が出やすく低音を整理するとバランスがいい音になります。サイレントギターは音作りによってサウンドが変わる楽器です。今回ご紹介したおすすめの設定を試していただき、ぜひご自身の環境に合わせたサイレントギターの音作りを試してみてください。サイレントギターの音が改善した。その他にもスペシャルな方法がある。こういったご意見、コメントでお待ちしておりますよ。私はサイレントギターでクラシックギター独奏曲を30曲作成しました。初心者の方から中級者、卒業まで楽曲を通して構造的に最短で楽しむためのメソッドです。再生リストを概要欄に貼っておりますので、ご興味ある方は参考にしてみてください。ギターを楽しんでいきましょう。ではまた。ギターが好きな方、そしてまた聴いてみたいなと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントいただけますととても励みになります。